IMAX って何？ IMAX はね、とにかく行けばわかる。なんやそれ。そう、近頃、IMAX っていうのは、複雑でややこしいため、そう簡潔に説明することが難しい。IMAX をよく知っている人ほど、説明は難しく感じるのだ。そして、とにかく行けとなる。スクリーンが大きくて音がでかいのは聞いたことがあるが、そう、その通りだが、IMAX は知れば知るほど面白いのでこの動画で説明していく。他の YouTuber でも説明されてないことも説明していくぞ。なお、私は IMAX ガチ勢なのでリアルでも、講座をする感じにみっちり教えることになる。ガチオタじゃん。おう、でもこれまで IMAX に興味を示した人に丁寧に進めて、一緒に見てくれたり、IMAX の沼に入れた人数は数知れない。おう。では歴史から。1960年代から。そんな前から。すまん、人に勧めるときはそんなことからは言わないが、IMAX をちゃんと知ってもらうためにこの動画では歴史から行かせてもらう。わかったお願い。先に言うと、1968年グレイム・ファーガソンと、その友人のロバート・カート、ウィリアム・ショー、そして、ローマン・クロイターが、IMAX コーポレーションと呼ばれる会社の共同創設者であり、最初の IMAX シネマ映写企画を開発したのだ。創設者は4人なのか。そう、万博67でこの3人が映画ポーラーライフを、そしてローマン・クロイターが制作したマルチスクリーン作品ラビリンスが、上映されたんだ。すごいじゃないか。そう、この経験からグレイム・ファーガソンとローマン・クロイターは、以前よりも大きいスクリーンで上映をするには、新しいテクノロジーが必要であることに気づいたんだ。その結果、彼らはまたロバート・カート・ウィリアム・ショーを招き、共に IMAX を作っていったんだ。なるほどね。詳しく言うとファーガソンは、高校時代の友人で実業家として成功した、ロバート・カーにパートナーを依頼し、次に高校時代の友人でエンジニアになったウィリアム・ショーに、IMAX の技術を考えてもらうことにした。彼らはすぐに、IMAX 映画の撮影と上映に必要な、カメラと大判プロジェクターの試作品を開発したんだ。クリストファー・ノーランが愛用しているカメラか？そのカメラはもっと後に開発されたものでまた今後動画で話していく。この共同開発することを目標に、マルチスクリーンという会社を設立する。IMAX じゃないのか？おう、その1年後に IMAX に改名されたんだ。なるほどね。彼らが最終的に採用したプロジェクターとカメラは、オーストラリアのブリスベンの機械工場労働者である、ピーター・ロナルド・ライト・ジョーンズから購入した、新しいローリングループフィルム輸送技術に基づいて、開発得意なウィリアムが設計及び構築した。ざっくり言うと、35mm フィルムより大きい 70mm フィルムを水平にし、一コマを大きくしたんだ。なんだかすごそう。実際すごい。これは私が持っている IMAX フィルム。一般的な 35mm と比べると、8倍以上の大きさ。8倍。フィルムは解像度という概念はないが、35mm が 4K 相当な場合、35mm は横が 21.95mm で 4K 相当なので、IMAX は横が 70mm で約 12K 相当ということになる。やばすぎる。上映用のフィルムに至るまでの工程がいくつかあるため、最終的には IMAX70mm を投影した映像は、最低でも 8K12K です。最低でも。そう、あくまでも理論値で話しているので、実際は 12K15K はあると言われているんだ。そんなにあるのか。クリストファー・ノーランは 18K あると豪語している。想像できない。これにより、巨大スクリーンにて臨場感あふれる映像体験ができるのだ。なるほどね。ただ、先ほどの 8K がなんでかというと、IMAX フィルムカメラで撮影したフィルムをキャプチャする場合、映像をデジタルに転送して、視覚効果を完成させる必要があるんだ。IMAX は全てを 8K 解像度でスキャンしている。最近では 16K スキャンを行った作品もあるが、とにかく、その後には VFX 処理などで 4K から 6K に収まる。しかし、解像度の概念がないフィルムからより高い解像度でスキャンするため、オーバーサンプリングのメリットがあるんだ。8K スキャンや VFX は最近の話のなのでウィリアムは関係ないが、でも大元を開発したウィリアムはすげえな。話は戻るが、
1970年、日本の大阪で開催された万国博覧会で、この新技術を使用して、IMAX が制作した最初の映画虎の子を上映した。大阪でか。そう、さらにウィリアムは、超巨大スクリーン、サラウンドの向上、そしてより見やすくするための、急な座席などの開発などを、2002年に73歳で亡くなるまで、デザイナー及び発明者として、IMAX に人生を注いだんだ。ウィリアムかっけー。ファーガソンはその後、1974年、ブフライ制作時では、撮影するために必要な新しい IMAX カメラの改善について、若いスタッフたちと話し合い、結果、3台の新しい IMAX カメラを作ったようだ。作っちゃったんかい。ちなみに、1974年は IMAX カメラが2台しかなかったんだぜ。今は何台あるの？全部で50台ほどあるんだ。ただ、劇映画で使えそうなカメラは10台程度しかないそうだ。そんなんだな。1980年代、ファーガソンは、訓練した宇宙飛行士に、宇宙船で IMAX カメラを使わせることで、圧倒的な臨場感を体感してもらおうと、アイデアを NASA に持ちかけたんだ。その結果、いくつかのドキュメンタリー映画が成功し、IMAX のブランドを確立することができたんだぜ。宇宙と IMAX の相性がいいことはインターステラーで知ってるぜ。ただ、確立するまでは、周りからの評価を得るのは大変だったみたいだぜ。そして1990年までの20年間、IMAX の社長を務めた。頑張ったな。IMAX はその後、1994年に現在 IMAX CEO であるリチャード・ゲルフォンドと、そのパートナーが買収し、現在に至るのである。ローマン・クロイターは1990年に IMAX 撮影のライブ映像の共同監督や、IMAX ドーム 3D 作品の監督も務めた。IMAX ドーム。それもまた今度話す。最後のロバート・カーは、実はそれまで政治家だったが、政治から IMAX へシフトし、1994年まで IMAX の会長だったんだ。思い切ったな。とりあえず創設者4人の話で今回は終わりにするぜ。ありがとうな。次回はさらに進んだ話をしていくぜ。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。